韓国の首都ソウルは600年という長い時間の中で何度も姿を変えてきました。その変化を一つの物語としてたどります。まずは15世紀初頭、李成桂が新羅を倒し、朝鮮王朝を作った瞬間です。1394年、李成桂は咸陽、今のソウルへと移しました。この移転は、ただ場所を変えるだけではなく、儒教の理念を形にした大きな都市計画でした。王朝は、天地人の調和を大切にし、北に山々、南に漢江、中央に宮殿という風水の配置を選びました。その中心にあったのが京福宮です。京福宮は王権の正当性を示す象徴であり、四方に官庁や祭祀場が並び、政治と儀礼が一体となった空間でした。京福宮の建築は、木と瓦を組み合わせた伝統な漢屋様式と、中国の宮殿様式が混ざっています。左右対称の軸線と広い庭園が特徴です。特に光家門から続く大通りは、皇帝が即位式や大典を行う時の儀式な通路でした。遠くから来た官僚や民衆は、この道を歩くだけで王権の威厳を感じ取れました。こうして朝鮮王朝は、儒教の教えを町の形に落とし込み、階層や行政区画をはっきり分けて統治を効率化しました。時は流れ、19世紀後半になると西洋列強の圧力が高まり、朝鮮は開国を余儀なくされました。1905年の保護条約以降、ソウルは日本の植民地支配下で大規模な改造が進みました。旧市街に道路が敷かれ、電灯や上下水道が整備され、欧米式のビルが立ち並びました。この頃できた大正通りや成慶川の復興は、産業化と都市化の象徴となり、ソウルがアジアの工業ハブへと変わる土台を作りました。第二次世界大戦後、朝鮮は再び独立しますが、1950年に起きた朝鮮戦争でソウルは壊滅な被害を受けました。戦後、政府は経済開発5カ年計画を策定し、60年代から70年代にかけて急速な工業化を実現しました。特に1968年に完成した観光大橋や、全国を結ぶ高速道路網が重要でした。1982年に全線開通した首都高速道路は、ソウルとプサンを30分以内で結び、物流の骨格を作りました。60年代後半から70年代にかけて、ソウルは新村地区やジョイ島といった新しい住宅地を開発し、人口増加に対応しました。その中でも70年代に始まった剛南開発計画は大きな転機でした。当時の中心部は過密状態で、政府は南側の低地を埋め立てて新たな商業、住宅エリアを作ることにしました。まずはテヘラン路という幹線道路が敷設され、金融機関や大企業の本社が次々と集まりました。これによりソウルは東アジアの金融センターとしての地位を確立し、投資家が殺到するようになりました。強南開発は不動産だけでなく、インフラ全体の刷新を伴いました。地下鉄2号線が延伸し、バス路線が再編成されました。また、観光公園が整備され、緑地は市民のレクリエーションだけでなく、洪水防止や環境浄化の役割も果たしました。これはソウルの持続可能な発展への礎となりました。80年代に入ると、ソウルは高度成長期の最終章を迎え、情報通信技術の波が押し寄せました。1995年にインターネットが一般家庭に普及し、2000年代初頭にはブロードバンド回線が全国に敷設されました。このインフラ整備は、ソウルが IT 革命の中心地になる転換点でした。特にパルクシティの誕生は、政府主導のイノベーション政策と民間ベンチャーが相乗効果を生んだ好例です。パルクシティは郊外に位置しながら、首都圏への高速アクセスが可能で、AI やビッグデータ、モバイルサービスなどの先端企業が集まりました。同時期に軽コンテンツ産業が世界に注目を浴びました。ゲームや音楽、ドラマ、映画がデジタルプラットフォームを通じて配信され、ソウルは文化と技術が融合した都市の象徴となりました。韓流ブームは日本の若者にも大きな影響を与え、観光客数は年々増加し、都市経済に新たな活力をもたらしました。21世紀に入ると、
ソウルはスマートシティへの転換を本格化させました。市はソウルスマートシティプラットフォームを構築し、交通、エネルギー、公共サービスのデータをリアルタイムで統合管理しました。例えば、渋滞を緩和するために AI が信号制御を最適化し、バスや地下鉄の運行情報がスマートフォンに即座に届きます。エネルギー面では、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたマイクログリッドが住宅やオフィスビルに導入され、エネルギー自給率が向上しています。さらに、市は市民参加型のガバナンスを推進しています。オープンデータポータルサイトで行政情報が公開され、市民はアプリやウェブサービスで意見や要望を提出できます。この双方向のコミュニケーションは、都市運営の透明性を高め、住民の満足度向上につながっています。ここまでの流れを振り返ると、ソウルは、儒教秩序、産業化の波、IT 革新とスマートシティという3層構造を持つ都市です。まず、朝鮮王朝が築いた儒教な都市設計は、空間に王権と社会秩序を明確に区分し、統治を効率化しました。次に、60年代から80年代の急速な工業化とインフラ整備は、観光を中心とした物流ネットワークと剛南地区の開発でソウルをアジアの経済ハブに押し上げました。そして、2000年代以降の IT 革命とスマートシティ化は、デジタルインフラと市民参加を融合させ、未来志向の都市モデルを築きました。この3層構造は他のアジア都市と比べても際立っています。京都は古都としての価値を保ちつつ産業化の波に乗り遅れました。一方、東京は大規模な再開発と早期の IT 整備で先進ですが、歴史街並みの保存と新技術の融合に課題があります。ソウルは京福宮や城壁跡といった歴史遺産を残しながら、最新のデジタル技術を都市運営に取り入れるバランスがうまく取れています。今後の課題は3つあります。第1は持続可能な都市開発です。観光沿いの緑地はすでに環境改善に貢献していますが、さらなる低炭素社会への転換が必要です。公共交通機関の電動化や建物の省エネリノベーションを加速させることが重要です。第2はデジタルデモクラシーの進化です。オープンデータと市民参加型プラットフォームを拡充し、AI を活用した政策評価システムを導入すれば、行政の意思決定がより公平で透明になります。第3は文化ソフトパワーの活用です。K コンテンツの世界な人気はソウルのブランド価値を高める大きな資産です。これを観光資源や地域振興と結びつけ、国際交流拠点としての役割を強化すれば、経済な波及効果も期待できます。以上が、ソウル600年の歴史と変遷、そして未来への提言です。古代の儒教都市設計から産業化による急速な拡張、そして IT とスマートシティによるデジタル革命まで、ソウルは常に時代の最前線で変化を受け入れ、進化し続けてきました。その姿は、私たちがこれからの都市づくりを考える上で貴重なヒントとインスピレーションを提供してくれるでしょう。その言葉を胸に、ソウルが次なる世代へと踏み出すべき道筋を、より具体に描いてみましょう。1、朝鮮王朝期の建築美学と空間構造の最高京福宮は1395年に大祖李成慶が都城として定め、1405年に完成した紫禁城の模型と呼ばれる壮麗な宮殿群です。正殿、光家紋、金星殿といった主要建築は、陰陽語行説に基づく配置で設計されました。正殿は北向きに据え、天子が天の象徴である北極星に面することで、統治権の正当性を宇宙に示しました。左翼、右翼の初心狩りは東西の方位に応じて金、水、火の属性を持ち、季節ごとの祭祀や儀式に合わせた空間利用が可能でした。また、宮殿内部の雲流動や随雲などの装飾は、金箔と青磁の組み合わせで光の反射効果を狙い、皇帝が座す位置からは遠くの山々まで一望できるよう意図されています。このような視覚演出は、単なる権威の誇示ではなく、自然と調和した天人合一の理念を具現化したものです。さらに、京福宮の周囲には城壁と堀が敷かれ、
外部からの侵入を防ぐと同時に、雨水を堤防として利用するハイドロロジカルデザインが施されました。堀は春夏の洪水期に水位が上昇すると自動に排水路へ流れ込み、都市全体の排水機能を補完していたことが、近年の考古学調査で明らかになっています。2、江南地区の変容。農耕地帯から世界ハイテク拠点へ。1970年代初頭、江南はまだ農業が主産業で、稲作の水田が広がる静かな郊外でした。しかし、1982年に制定された観光開発計画により、観光の南岸は新たな工業団地として評価され、政府は大規模な土地収容と道路網整備を開始しました。1、交通インフラの先駆け。首都高速道路は1982年に全線開通し、江南と市中心部を30分以内で結びました。これにより企業は物流コストを大幅に削減し、投資誘致が加速しました。地下鉄2号線は1992年に開通し、恵那駅を起点に新砂洞、庭園、西丹洞といったエリアを結び、住民の通勤時間を平均15分短縮しました。2、産業クラスターの形成。1996年に設立されたサムスン電子本社ビルは、単なるオフィスビルにとまらず、研究開発施設と製造ラインを併設した垂直統合型キャンパスとして機能しました。これに呼応する形で、LG ディスプレイや SK ハイに、サムスンやカカオといった大きな会社が近くに集まったことで、半導体やディスプレイ、そしてスマホなどのサービスが互いに助け合い、産業の仕組みがとても早く成長しました。江南という町では、コエックスモールやデジタル創業センターという起業家のための場所が作られました。ここでは、若い起業家たちが少ない費用で、新しい製品の試作品を作れる環境が整っています。さらに、夜の街を盛り上げるために、チョンダムドンのカフェ通りや、アック・ジョンホラのライブミュージックストリートが整備されました。これにより、クリエイティブな仕事とエンターテインメントが組み合わさり、この街ならではの独自の文化が生まれました。2000年代の中頃、ソウルは国を挙げた戦略で、街中に高速の光ファイバー網を張り巡らせました。そして2010年には、すべての家庭で超高速インターネットが使えるようになりました。この土台があったからこそ、3つの分野で大きな成果が出ました。1つ目は、人工知能、AI のプラットフォームです。ソウル市は2017年に AI ソウルラボを作り、交通や医療、教育に AI を取り入れました。例えば、地下鉄の混雑を予測する仕組みでは、深い学習を行う技術を使って、混み合う時間を 95% 以上の正確さで当てることができます。これにより、列車の間隔を自動で調整するシステムへと進化しました。2つ目は、ブロックチェーンを使った仕組みです。2020年に、ブロックチェーン市民証明書という制度が始まりました。出生届や不動産の情報を分散して保存する台帳に記録します。これにより、データの書き換えが難しくなり、手続きにかかる時間がこれまでの 70% まで短くなりました。透明性も高まっています。3つ目は、メタバースでの都市体験です。2022年に始まったソウルメタバースシティという計画では、歴史な建物をデジタル上の双子のように再現しました。観光客は、家にいながら VR 空間で京福宮や正則宮の中を自由に歩き回れます。また、仮想空間での国際会議では、リアルタイムで翻訳された字幕が出るため、言葉の壁を越えて世界中の人と交流できるようになりました。スマートシティの取り組みはさらに深まり、2024年にデジタルツインシティのバージョン 2.0 へと更新されました。ここではいくつかの新しい要素が組み合わさっています。まず、街全体の3次元シミュレーションです。天気や交通量、エネルギーの消費量をリアルタイムで見える化しました。これにより、災害が起きた時に一番いい避難ルートを考えたり、エネルギーの供給をすぐに切り替えたりすることが可能です。次に、マイクロモビリティのネットワークです。街中の電動スクーターや自転車のステーションが IoT で管理されています。利用者はアプリで
一番いいルートや空き状況をすぐに確認できます。2025年までには、1キロ未満の短い通勤でこれらを使う人が、全体の 18% に達すると見込まれています。そして、エネルギーの管理です。ビルの屋上の太陽光パネルと蓄電池を使い、昼間に余った電気を、夜の街灯や地下鉄の冷暖房に自動で回します。この仕組みのおかげで、2023年度の町全体のエネルギー消費は、前の年より約 4.3% 減りました。また、市民が参加する新しい仕組みも始まりました。2021年から、市民予算参加という制度が本格に導入され、1年間の予算の 5% を市民が直接提案して投票で決めることができるようになりました。この3年間で特に支持されたのは、川沿いの緑地を広げることや、環境に優しい住宅への改修、障害者向けのスマートホーム支援などでした。これらの計画は、住民から平均 92% という高い評価を得ています。さらに、オープンデータポータルという仕組みで、データを外部から利用できる形式で提供しています。これにより、市民の開発者が独自のアプリを作れるようになりました。例えば、大学生のチームが作ったソウルエアクオリティウォッチというアプリは、空気中の微小粒子状物質の濃度をリアルタイムで表示し、健康リスクが高まる時間に通知を送ることで、病気の予防に役立っています。文化の力を使った戦略も進んでいます。韓流ブームは、単に音楽やドラマを輸出するだけでなく、街のイメージそのものを変えました。ソウル市は2023年に、Kカルチャーコリドーという計画を立て、K福宮の周りに韓流体験ゾーンを作りました。ここでは、伝統衣装の漢服を着たり、古典舞踊を学んだり、最新の K-POP ダンスをレッスンしたりと、歴史と現代の文化を同時に楽しめます。観光客の数は、2022年の約1800万人から、2025年には2400万人まで増える見込みです。特に中国、日本、東南アジアからの訪問者が増えています。これに合わせて、多言語 AR ガイドを導入し、スマートグラスを通して歴史の解説やお店の情報がリアルタイムで表示されるサービスを提供しています。これにより、観光客の滞在時間は平均で30分%伸び、地域経済には年間約1兆ウォンの効果が出ています。そして、2050年までの持続可能な都市計画という目標を掲げています。一つ目は、排出ゼロの交通です。すべてのバスを電気自動車にし、2035年までには地下鉄とバスの走行距離の 90% を向こう会社で賄います。また、ドローンによる配送ネットワークを試し、物流の省エネを図ります。二つ目は、環境に優しい建物です。新しく建てる建物や直す建物に、厳しい環境認証の取得を義務付け、屋上の緑化率を今の 12% から 30% まで引き上げます。三つ目は、水の循環システムです。漢江の上流にあるスマート浄化プラントでは、AI 制御で汚れを取り除く効率を 98% まで高め、きれいになった水は公園や緑地の水やりに使われます。四つ目は、デジタルの回復力です。サイバー攻撃への防御を何重にも作り、重要な設備はブロックチェーンで保護します。もし故障しても、分散されたデータセンターがすぐにバックアップを提供します。ソウルは、スマートシティサミットを定期に開く街として、欧州連合やシンガポール、シドニーなどの先進な都市と協力し、データの共通ルール作りを進めています。2024年に始まったグローバルデジタルシティラボでは、AI の倫理やプライバシー保護、誰もがデジタルを使える仕組みについての実験が行われ、その結果は誰でも見られるように公開されています。さらに、海上風力発電と海底データセンターという斬新なプロジェクトも進めています。漢江の入り口の浅瀬に風車を建て、そこで作った電気を、海に沈めたデータセンターに直接送ります。海水の冷たさを利用して冷却コストを下げながら、再生可能エネルギーの割合を高めるモデルです。2026年までには、年間で約150ギガワット時のクリーンエネルギーが供給され、
町のエネルギー自給率が上がることが期待されています。ソウルは600年以上の歴史を持つ儒教の秩序、美しい宮殿や城壁、そして急激な産業化と情報化の波を乗り越えてきました。その過程で身についた柔軟さと革新性は、今のスマートシティ化や AI、ブロックチェーンといった最先端技術の導入にも現れています。これから持続可能性とデジタルの民主主義、そして文化の力が三位一体となれば、ソウルは歴史と未来が響き合う都市モデルとして、世界中の都市計画の人々にとっての道しるべとなるでしょう。私たちがこの街から学ぶべきは、単なる技術や設備ではなく、変化を恐れず、歴史を大切にし、みんなで未来を描くという姿勢です。ソウルの歴史を深く掘り下げると、14世紀末の李氏朝鮮の建国まで遡ります。大祖である大宗が首都をハンスン、今のソウルに定め、1395年に立派な京福宮の工事が始まりました。京福宮は、自然と王の権威を象徴する配置になっており、正門の光家門は南北にまっすぐ伸びていて、遠くからでも王宮の威厳が見えるようになっています。建物の中の金青殿や慶安宮は、木の組み方や瓦の色に至るまで、儒教の秩序と五行思想が組み合わさった美学が詰まっています。さらに、王宮の周りには壁と堀が作られ、町全体が守りと政治の両方の機能を備えた城郭都市として機能しました。しかし、16世紀の人心倭乱や、19世紀後半の開港以降、外からの圧力や内乱が重なり、京福宮は何度も焼け、その度に立て直されました。特に1910年の日本統治時代には、皇室の象徴である建物が壊され、一部は役所として使われました。第二次世界大戦が終わった後の1950年代、韓国政府は復興政策として古都復元運動を掲げ、1960年代からは資料に基づいた精密な復元が進められました。この作業は単に見た目を似せるだけでなく、当時使われていた木材の種類やつなぎ方、伝統な塗り方まで徹底に研究されました。職人の手仕事と最新のデジタル測量を組み合わせた方法が採用された結果、今の京福宮は歴史な正確さと現代の耐震性を兼ね備えた、世界でも珍しい文化遺産となっています。一方で、ソウルの南にある江南地区は、かつては田んぼが広がる静かな郊外でした。1960年代の高度経済成長期に、政府は新しい都市計画の一環として、江南を開発の拠点に指定しました。最初の大きな住宅団地が完成したのは1975年で、その後、地下鉄2号線の延伸や高速道路の整備が進み、交通の便が飛躍に良くなりました。1990年代に入ると、サムスン電子の本社が江南の中心に移り、隣接するコエックスやカロスキルが商業と文化の集積地として急成長しました。これに伴い、企業支援施設や投資会社が次々と作られ、韓国版シリコンバレーとも呼ばれるデジタルイノベーションパークが形成されました。ソウルのテクノロジーの進化は、国が進める情報通信の政策と、民間企業の最先端技術開発がお互いを刺激し合って生まれました。1996年から始まった全国規模の高速インターネット普及事業は、都市部に光ファイバー網を急速に広げ、2009年には市内の家庭に1000億ビット級の高速インターネットが届くようになりました。そして2020年、5世代通信サービスが本格に始まり、通信の遅れがほとんどなくなり、大容量のデータを瞬時に送れるようになりました。これにより、リアルタイムで翻訳してくれる公共案内ロボットや、ドローンを使った配送の実験が日常に行われるようになり、住民の生活は大きく変わりました。また、ソウル大学や AI 研究の専門機関では、医療画像を分析して病気を発見する支援システムや、車が自分で運転するためのアルゴリズムの開発が進められています。これらの研究成果は、世界中の学術誌に掲載される数も年々増えています。ソウル市は、こうした技術を生かして、デジタルツインというプロジェクトを進めています。これは、京福宮や正則宮といった歴史な建物を3次元のモデルにし、
AR グラスをかけた観光客が実際の建物と仮想の復元映像を同時に見られる仕組みです。例えば、光家門を通ると、過去の王冠祭礼の様子や当時の服装が空中に映し出され、訪れた人はまるで時間を旅したような体験ができます。この取り組みは、文化遺産を守りながら観光の価値を高める恒例として、国際会議でも高く評価されています。さらに、ソウルの若者文化はテクノロジーと深く結びついています。広志大地区は、ライブハウスやインディーズ音楽の発信地として知られていますが、同時に VR ゲームを開発するスタジオも多く集まっています。学生が運営する共同作業スペースでは、ブロックチェーンを使ったデジタルアートの市場や、NFT を活用した地域通貨の実験が行われています。これらの活動は、市が提供する創業支援金や税制優遇制度と連動し、若者の起業率を過去10年で2倍以上に押し上げました。ソウルの持続可能な都市開発は、歴史内産と最先端技術を共存させる点で独特です。観光沿岸の緑道には、歩行者専用の自転車レーンと太陽光パネル付きのベンチが設置されており、昼夜を問わずエネルギーを自給できます。また、河川敷の地下には、スマート排水ネットワークが埋められており、AI が雨量と流量をリアルタイムで分析し、洪水のリスクを予測して抑制します。さらに、旧ソウル駅周辺の再開発では、歴史な駅舎を保存しつつ、地下に巨大なデータセンターを建設、海底冷却システムを導入することで、電力消費を3割削減し、環境への負荷を軽減しています。市民の声を直接反映させるため、ソウルは参加型プラットフォームも整備しています。住民が提案した街頭のエコ化やゴミ分別ロボットのアイデアはオンライン投票で選ばれ、実装までの期間が平均で半年に短縮されました。実際に江南区の高齢者コミュニティでは AI 搭載の介護ロボットが導入され、日常の買い物や健康管理を支援しています。利用者の満足度調査では、9割以上が生活の質が向上したと回答しています。ソウルが未来都市として世界に示す教訓は、歴史な資産を守りながら、新しい技術を柔軟に受け入れる姿勢です。過去の王朝が築いた秩序と美学は、現代のデジタルインフラと融合し、都市全体を一つの巨大な生きた博物館として再構築しています。このような多層な都市像は他の大都市が参考にすべきモデルであり、今後の国際都市競争において重要な差別化要因となるでしょう。2024年には未来遺産創造プログラムが始まりました。京福宮や正則宮だけでなく、白北地区に点在する小さな民家や市場もデジタルツイン化の対象となっています。これらの3次元モデルは、公共の無線 LAN スポットに設置された端末だけでなく、街角の情報掲示板に投影され、通行人はスマートフォンを使わずに歴史な情景を体感できます。特に、旧印佐丼通りでは、江戸時代から続く茶屋の内部構造を再現したホログラムが夜間に浮かび上がり、観光客は当時の茶道儀式をリアルタイムで見ることができます。同時に始まったスマートモビリティネットワークでは、無線通信と AI を活用した自律走行バスが観光沿いの主要駅と新興住宅地を結んでいます。乗降時の待ち時間は平均30秒に短縮されました。また、バスの車体には太陽光発電パネルと蓄電池が統合されており、昼間に得た電力の9割を走行エネルギーとして再利用することで、二酸化炭素の排出量を4割5分削減しています。これに伴い、市内の自転車シェアリングステーションにも同様のエネルギー回収装置が導入され、利用者はアプリ上でリアルタイムの充電残量と最適ルートを確認できるようになりました。教育面でも革新な取り組みが進んでいます。ソウル大学附属高等学校では、歴史の授業に AR 教材を導入し、生徒は校庭に設置された大型ディスプレイを通じて、朝鮮王朝時代の官僚制度や建築様式を仮想空間で操作できます。さらに、地域の中小企業と連携した
産学共同イノベーションラボでは、伝統工芸品のデジタルデザインと3次元プリンティング技術を組み合わせた新製品開発が行われ、国内外のデザインコンテストで多数受賞しています。環境政策に関しては、観光の上流部に設置された生態系回復ゾーンが注目を集めています。この区域では、河川敷に植栽された本土の木種が季節ごとに異なる花を咲かせ、訪れる市民はスマートウォッチと連動したアプリで花粉濃度や気温変化をリアルタイムに取得できます。加えて、地下水位をモニタリングするセンサー網と連結した自動灌漑システムが、乾燥期でも最適な水供給を維持し、河川の自然循環を支えています。国際協力の面でも、ソウルはアジア都市デジタル連合の中心メンバーとして、北京、東京、シンガポールと共同でデジタル文化遺産保存標準の策定に取り組んでいます。2025年開催予定の世界遺産フォーラムでは、ソウルが開発した AI 解析アルゴリズムが、古文書の文字認識率を従来の8割から9割8分へと向上させた成果を披露し、参加国から高い評価を受けました。住民参加型のまちづくりをさらに進化させるため、2026年度からは、市民ハッカソン制度が本格導入される予定です。年間数百件の課題がオンラインプラットフォーム上で公募され、選ばれたチームは市の技術支援と資金提供を受けてプロトタイプを開発します。過去に実施されたハッカソンでは、道路照明のエネルギー消費を半減させる制御システムや、老朽化した下水管の漏水検知ドローンが誕生し、実際に市のインフラに組み込まれた例もあります。こうした取り組みは、テクノロジーと歴史が共鳴し合うソウルの未来像を無限化し、次世代への持続可能な遺産継承として国内外に示す重要な指標となるでしょう。